まあ、だから小説読んで面白いと思ったところは出てくる人間がみんなこう割と欠点だらけみたいな人たちが出てくるっていうところが面白かったですよね。社会で生きていくためにはちょっとこう問題のありそうな人たちばっかりが出てきて、しかもなんか話としてはすごく楽しくてハッピーエンドみたいな、そういう小説なのが面白かったですよね。だから出てくる登場人物に惹かれたってことですかね。フランスのロココ時代の歴史から始まって、それがこう彼女のその17歳までの話になっていくっていうあそこのところが、あそこだから映像化したいなと思ったんですよね、単純に。いやそれほどの深田さんに対する情報も僕自身にはなかったんでね、そのちらっと雑誌で見たりとかちらっとテレビに出てるのを見てるっていうぐらいの情報しかないし、もちろん僕自身仕事したこともなかったんでね、ただそのパッと聞いた時に面白いんじゃないかなと思いましたよね。オーディションしたんですよね。だからでなんとなく僕の中で新人でいちごの方はやりたいっていう思いもあったので、それはなるべく新人で何人か合わせてくださいっていうことであった中で決めたんですけどね。ただ深田さんは大変だったと思いますけどね。そのいつもみたいにパッとその合わせてってわけいかないわけですよね。でむしろその彼女がどういうテンションでお芝居をするか自分でも読めないようなところもあるから、そこに合わせつつこうだから普通にお芝居するのの倍以上深田さんの方が大変だったんじゃないですかね。深田さんに想定してで相手役をそういう新人の子でやるっていうふうな気持ちがあったんで、もう周りはとにかくそういう芸達者な人たちばっかりをびっちり集める。そうするとやっぱりその2人の関係みたいのがこう際立つっていう感じがあったからね。映画としてそのやっぱり特にその洋服服とかあとその部屋のデザインとかそういうのを楽しんでもらいたい映画ですからね。洋服だけでもすごい点数をその着替えるし、桃子ちゃんがね、周りの人たちも相当こうエッジの効いたっていうか面白い服装をしてきますからね。それはもう衣装だけじゃなくてメイクも含めてちょっとやりすぎなんじゃないのっていうような感じで全員こうそのキャラクターに合った服装をしてきますから、要はそこ見てるだけでも楽しいっていうような風になってると思いますけどね。まあだからその下妻のリアリズムっていうか下妻の街が持つ空気感みたいなものはやっぱり映像で表現したいなと思いましたけど、その下妻の街をそのまんまこうリアルにドキュメントのように映画を見てる人に見せようっていうやり方は全然頭から考えてなかったんで、美術とか煙とかいろんなことやってるし、まあ光もほとんど作ってますからね。自然光を生かしてっていう部分はほとんどなくて、オープンであろうが昼間であろうが全部光は作るっていうやり方で、それも映像を見てもらえばすぐ分かると思うんですけどやってるんで、それはもうスタッフ大変でしたね。だからその「下妻物語」っていう映画の独特のその舞台を作るっていうためにやっぱりみんなが努力してるってことですよね。だから CG もその気づくか気づかないかっていうようなところでこう細かくちょっとずつ入れているので、そういうのを見てこれ CG なんじゃないのってこう見つける楽しみなんかもあるんじゃないかなっていう。